1939年9月1日。ドイツ、ポーランドに侵攻開始。同年9月3日、イギリス、フランス両国、ドイツに対し宣戦布告。こうして世界中を戦火に巻き込んだ第二次世界大戦が始まってしまった。ドイツの電撃戦の勢いは凄まじく、翌年5月10日、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、といったベネルクス3国に攻め込み続いてフランスへと侵攻。フランスは巨大地下要塞、マジノ線でドイツ軍を迎え撃つが、ドイツ軍はマジノ線を迂回し侵攻不可能とされていたアルデンヌの森を突破し一路パリへ。そしてパリは陥落、フランスは降伏。残るはイギリスのみとなった。ドイツ空軍、ルフトバッテはドーバー海峡付近に戦力を集結。イギリスへの空からの総攻撃を開始した。ドイツ空軍の戦力は3個航空艦隊、総数3350機。一方これを迎え撃つイギリス側は稼働戦闘機704機のみであった。土器のイギリス首相、ウィンストン、チャーチルは徹底抗戦を主張。そんな絶体絶命の中、イギリスに救世主が現れる。救世主の名はスーパーマリン、スピットファイア。レジナルド、ジョセフ、ミッチェルの設計したこの機体は、楕円翼、重武装、ロールスロイスマリーンエンジンを採用し非常に強力な戦闘機となった。もう一つの戦闘機ホーカーハリケーンと共に地上のレーダーサイトからの警報により効果的な迎撃戦を展開。侵攻してくるドイツ空軍と渡り合い、多大な犠牲を出しながらも、ドイツからイギリス本土を守り抜くことに成功した。この戦いで大活躍したスピットファイアは、救国戦闘機、という栄誉を受けた。その後機体の冗長性により多くの派生型が生産され、終戦まで戦い続けた。今回の作業はそんなイギリスの戦闘機を製作します。うっぷ主、またまたオープニング変えちゃったの？変えたんじゃない。進化したと言ってほしいね。これから作る機体のことを詳しく知ってから作業に入る方がよりやる気が出るだろう。そう言われたら、確かにそうかもだね。もっともたまに最初の方が良くて退化してしまうこともあるけどね。あらら、ダメじゃん。導入長かったからそろそろ始めようか。今回製作するのは、タミヤ72分の1のスーパーマリンスピットファイアマーク1。2000年8月に発売されたキットだね。20年以上前になるんだ。スピットファイアは人気のある機種だから、国内、海外のメーカーでかなりキット化されているよ。実は過去にマーク5を作ったこともあるし。作ったことあるんだね。うん。実家にいる時のものを含めると、今まで4機製作だね。いつかこのチャンネルでももう一度作ろうと思う。それは楽しみだね。ちょっと脱線しちゃったから本題に戻ろう。箱を開けて中身を見てみよう。一番下のものは箱の底かと思ったら薄い紙だった。あらら。この前作ったタミヤの市電と比べると中身は少なくはないけど多いわけでもないね。見た感じ普通だね。値段もお手頃だし、気軽に作れそうな感じのキットかな。そこがいいところだと思う。さて、今回はちょっとした試みで。なになに？組み立て前の部品についてもう少し解説してみようと思います。いきなり撮ったの？いや、前回の動画をざっくり説明すると、買う前に箱の中見ることができるといいよね、なんてことになっちゃったから、じっくり解説しようと思ったわけ。なるほどね。まずは胴体の写真。モールド、しっかりしているね。説明書を見ると操縦席の部品多めだから作りがいがありそうだね。次は主翼部分。機関銃かな？この出っ張り。その出っ張りなんだけど、回収の方針でいくから。どういうこと？なんというか、よくわからんかった。わからなかったって。最初の写真に戻るけど、モールドは問題なさそうだね。そうだね。モールドの彫り直しはしなくて済みそうだよね。デカールも見てみよう。選べるバリエーションは2種類だね。シートベルトはデカール表現みたい。細長いデカールの扱いには注意が必要かも。最後はクリア部品。3種類あるの？うん。キャノピーの前に防弾ガラスがあるタイプ。後ろ部分の膨らみがなく左側に小窓がある初期型のキャノピーだね。作例では初期型を使用するようになっているけど、
ただ、よく見ると小窓の部分が不鮮明なので何か対策が必要だね。そうだね。写真だとなんだかぼやけて見えるね。皆様、どうもです。加藤ささらです。組み立て、回収作業の解説を担当します。よろしくお願いします。まずは仮組みをする部品をランナーから切り離します。仮組みの方法ですが、このキットは接着剤を使わないと組めないので、マスキングテープを使って仮留めをします。全体の様子を確認するので、今回もだけど、操縦席など細かい部分はざっくりと省略して全体像を把握します。それでは部品を貼り付けます。動画を流していきますね。仮組みが終わりました。こんな感じですね。大きさ的には今まで作った対戦機とほぼ同じくらいですね。同じ72分の1だから当たり前だろ、と思われた方いらっしゃると思いますが、機体にも個体差があってごつい機体もあれば小型のものもありますから。だからこそ面白いですけどね。それが仮組みの段階でわかりますから、完成に向けてのイメージが湧きやすく、制作のモチベーションが上がりますし、部品の愛の把握もできます。それにしても、なかなか形の良い飛行機ですね。特にこの楕円型の主翼は目を引きますね。これを設計したイギリス人、すごいセンスをしていると思います。ウック主が以前こんなことを言っていたのを思い出しました。もし私がイギリス人で、寝室に飛行機を吊り下げて飾っても良いと言われたら、もちろん、スピットファイヤーを選ぶよ。と言っていました。確かに私も見た目が美しい戦闘機だと思いますのでその意見は当然だと思います。ただ、その後にですね、こんなことも。だけど私は日本人なので、おそらくゼロ戦を選ぶと思う。と言っていました。なんというか、ウック主、かなり優柔不断ですね。ささらちゃん、毎度のことだけど何か問題点は見つかった？すずみちゃん、やっと来たね。まあ、気になるところはあるよ。基本的にはよくできているキットだと思う。部品の愛も良い方だけど、若干接着に難がありそうな箇所があるね。この通り、しっかり固定しないとこのような感じで離れてしまうから。接着剤をつけたらしっかりと固定しないといけないね。でないと、後で後悔するからね。それと部品の愛は良いとは先ほど言ったけど、それでも縦での補修は必要な箇所はあると思うからその部分には使いましょう。次にこれはどちらかというと注意事項かな。どんなの？この排気管の部品なんだけど、差し込みがゆるゆるなので接着するときには気をつけてね。この部品の接着作業は最終作業になると思うので、接着剤をつけたこの部品がスルッと落ちて塗装したところに接着剤が付着すると。それは恐ろしいね。せっかくの仕上げ塗装が台無し。それと地味な作業だけど、機体仮面のこの部分、潤滑油冷却用のものだけど、穴がしっかりと開いていないからきちんと処置しておきましょう。針のようになっているので、簡単に除去できそうだね。それと同じく機体仮面の気化器への吸入口の基部の部分は、不自然に離れすぎないようにしっかりと固定しておくことかな。コックピット部分では照準器が再現されているけど、クリアではなく普通のプラスチックだから、気になるならクリアの板を切って貼り付けて再現する必要があるかもだね。72分の1の対戦機だと割とある事例だね。同じくクリア部品で今回使用する初期型のキャノピーだけど、小さな窓の部分のモールドがやや不鮮明なので、これもなんとかしたいね。まだどうするかは決めていないけど。あらら、毛書き針で彫るのかな、それとも。あとはアンテナ線は貼る方向で行くから。以前やったけど、瞬間接着剤なかなかつかなかったよね。だ
大丈夫かな？今回はこんな感じかな？さて、先ほど回収ポイントをいくらか上げましたが、今回はちょっと新たな試みで、簡単にですがこれからの作業の流れを解説しようと思います。マンネリ化防止のためのものだよね。ウップ主がそう言ってた。すずみちゃん、それ言っちゃダメ。話の流れ上、先ほど解説した箇所と被るかもしれませんがご了承くださいませ。最初にやることは、飛行機模型ではもはや定番の機体の中から製作します。これは以前にもやってきましたから大丈夫ですね。組み立ての前に部品を塗装、デカールを貼っておきます。ここは私の仕事だね。その後塗料が乾燥したら組み立て開始です。操縦席と機体の合わせですが、このキットではこの2つはどちらから始めても影響はありませんので、まず操縦席から組み上げます。中は結構細かい部品が多いので気をつけてね。部品をなくさないようにね。照準器の部分はクリアにしたいので塩ビ板に付け替える予定です。次に機体の左右を接着ですが、接着する前にこの部品の取り付けを忘れないように。もし取り付けしていなかったら、まあ、致命傷ではないですが、おそらくプロペラは接着して固定しないと安定しなくなります。もっともプロペラを回さなくてよければこれでも大丈夫そうだね。そして胴体を接着し、この説明書ではこの段階で尾翼を取り付けますが、尾翼の接着は後でもできそうですね。振り分け次第では後から接着した方がいいかもだね。そして先に組み立てた操縦席を機体に組み込みます。その後主翼の組み立て、プロペラの組み立て、試脚の組み立て、これらは独立して組み立てられそうですね。機体の作業の進捗状況とは別に塗装もできるね。もちろん組み立てる人によって優先順位は変わりそうかな。主翼を組み立てたら、下の部分にも部品を取り付けなければなりません。火かき、ラジエーター部分ですね。ここまで組み立てると機体の塗装に入り、細かな部品も塗装します。仮面1色と上面2色エアブラシで吹き付け、その後汚し塗装や仕上げ塗装をします。仕上げ塗装が終了すると、いよいよ最終組み立てです。仮面の細かなパーツを取り付けます。別で塗装、組み立てた試脚と、速度を測る不等間ですね。非等間は形状的に破損の可能性は低いので、今回は真鍮製に置き換えずそのままキットのものを使用します。そして最終組み立てですね。枠を塗装したキャノピー、組み立てたプロペラ、アンテナと尾脚を取り付け、ちょっと取り付けがゆるゆるで扱い注意の排気管を取り付けます。以上です。まあ実際は説明とは多少前後するかもしれませんが、今回はここまでです。説明に使用した動画って、オープニングに使用していたものだよね。今回は思考を変えて作業の説明で使用した。ここだけの話をオープニングで使うと、すぐに映像が流れて再生時間が短すぎ。あのように動く絵を作る労力を考えるととてもじゃないが採算取れないんだよ。あらら。今回うまくいったら今後も使おうと思う。単に説明書を見せるより面白いと思うよ。そうだね。動く方が作業のイメージができそうだよね。それならいいけど。次はいよいよ組み立てて、回収に入るからささら頼むよ。任せて。ウップ主、そろそろ。そうか。それでは。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。